か猫でございます。ということで、今日なんですけども、またまたアサヒビールさんとのタイアップ動画でございます。というわけで、本日の食材がこちら。マダラっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。マダラ。っていうことでね、来ました。お鍋の季節。そしてね、今回もアサヒビールさんからこちら。じゃん。製造後、工場から出荷するまでに3日以内でできたギーのやつをご提供いただきましたので、新鮮なこちらのタラを使って、今日はタラのみぞれ鍋を作っていきたいと思います。で、ちょっともう見えてるんですけど、これちょっと飛び出してるやつ。これがタラの白子です。今の時期しか食べられないごちそうでございます。で、こちらの白子も鍋に入れるんですけど、その鍋とは別に、この羅臼産の昆布の上に乗っけて、昆布焼きも作っていきたいと思います。白子と昆布の相性は抜群です。よし、そしたらサクッとおろしていきましょう。そしたらまずは鱗を落としていきましょう。で、タラの鱗はとても取れやすいです。これブラシとかでガシガシガシとやるとね、取れますんでね。はい、そしたら、鱗が落とせました。そしたら、まずは皆さんお楽しみ。こちら、白子を取り出していきましょう。どのぐらい入ってるんだろうな。でもね、お腹触った感じ、もうパツパツに張ってるんですよね。これめっちゃ期待できる。いきます。逆包丁でできるだけ傷をつけないように開くと。意外とね、腹の膜は薄いです。ほら。うわぁ。やっぱりパンパンに入ってますね。で、こう切れ込み入れて、これが白子。これがね、うまいんだ。好き嫌いはね、分かれますけどね。で、タラって養殖とかされてませんので、年中食べれるものじゃないんですよ。本当に冬のこの時期しか食べることのできない食材なんですね。ありがたいですね。ほら、こんなもんほとんど白子でしたね。んで、ここ付け根に、うわ、肝がすごい綺麗だ、これ。血が全然回ってないの。新鮮だな、これ。こんなに肝が綺麗。そしたらこれが胃袋ですね。胃袋を取りましょう。胃袋の中はね、何も入ってなさそうかな。で、タラの胃袋っていうのはね、チャンジャ、キムチのチャンジャの原材料ですね。でもチャンジャはスケソウダラの胃袋を使ってるのかな？マダラじゃなかったはず。はい、じゃあ内臓が綺麗に抜けました。そしたらこの流れで頭も落としていきましょう。ヒレの後ろから1本入れて、骨を断ち切ると。反対向けて、こっち側も落とすと。はい、頭が取れました。はい、そしたら3枚におろしていきます。で、タラの3枚おろしっていうのはちょっと特殊でして、いつもみたいなおろし方だと、ここの腹骨で突っかかってしまいます。なんでね、ちょっと特殊なおろし方があるんですよ。まずはいつも通り、下に1本。で、身が柔らかいので、できるだけ一立ちで、薄い包丁だとやりやすいと思います。で、背中の方にも1本。で、背中入れるときにちょっと丸めてあげる。そうすると皮がピーンと張って、とてもさばきやすいですね。ほら、こう、すごく包丁が入りやすいです。そしたらもう一立ちで、決めていくと。はい、これで中骨まで到達。そしたら中骨の上、お山の部分ですね。お山の山頂の部分まで包丁を開いて入れていきます。この作業大事です。ここまでしっかり入れる。ここ残ってるとえぐれてしまいます。そしたらこう入れて、で、こう切ってしまって、尻尾を持ちます。で、ヌルヌルしちゃう場合は、ペーパーとかかますと、しっかりと安定して持つことができます。そしたらこっちの手で尻尾を押さえて、これをこっちに引いていきます。せーの。せーの。はい。そうすると、腹骨が綺麗にね、ビリビリビリと剥がれます。で、こうやって身も割れずに綺麗におろすことができます。こっち側も同じ要領ですね。まずはこちらに包丁を1本入れていきます。はい、こんな感じ。反転させて、丸めて、スーッと一立ち。はい。で、お山のてっぺんまで包丁を入れまして、で、尻尾を切ります。こっち側はね、尻尾を持つとこがあるんで、とってもビリビリしやすいですね。いきますよ。せーの。ビリビリビリ。で、こういう風にね、ちょっとお腹残ったりするんですけど、これ腹骨がこっちについてきてるだけなので、これ大丈夫、問題ないですね。そしたらここで、今から切り身にしていくんですけど、今日は切り方2種類紹介していきたいと思います。1つ目は、こういう風にね、いつも通り切っていきます。で、切るときに意識するのが、あんまり小さく切っちゃうと、なんか一人前のおかずとして成立しないんで、だいたいこのぐらいですね。このぐらい。
でこの切り方は、鍋とかでももちろんいいんですけど、塩焼きとか西京焼きとか、そういうのに向いてる切り方ですね。はい、こんな感じ。そしたらお次は鍋用にカットしていきます。今日の主役はタラなのでね。で、切り方は、まず背中とお腹で分けます。で、僕はお腹の方に骨をつけます。こうですね。で、これで背中の方、骨一切入っておりません。そしたら、こういう風に小さめに切っていきます。で、コロッと切る感じですね。薄く切る感じじゃなくて、コロッと傾斜をつけて大きく見せるんじゃなくて、あくまでも厚さを大事に、コロッコロに切っていきます。こういう感じです。あと3切れぐらい取れるかな。1、2、3と。にしてもこれ綺麗なタラだな。身がもちもち。絶対うまいわ、これ。で、次はお腹の方、腹骨を取っていきます。で、ちょっと取り方が特殊で、こういう風に取ってください。こういう風に。こうですね。こっちからこういくとね、引っかかって取れないんですよ。なんで、こう取って、で、ここにもちょっと入ってますんで、こういくと。そしたらこっちも同じように、コロッと切っていきます。ちょっとね、腹は薄いんで、もうざっくりざっくりで、こんな感じで、バッチリ。そしたら今日はこの背中のもっちもちの一番美味しいところ、ここを使っていきましょうか。6切れも使っちゃおう。そしたらここに軽くお塩を振っていきます。軽くね、あんまり振りすぎちゃダメ。軽く振っていきます。裏表軽くいきますね。はい、これで10分ほど置いて、タラの中の余計な水分をお塩の力で抜いていきます。そうするとタラの臭みが消えて、旨味がギュッと濃縮されます。この一手間がポイント。はい、で10分ほど経過しました。タラの切り身から水が出てきてるの分かりますかね。身もさらにもっちもちのネトネトになりました。で、この出てきたお水をペーパーで取ります。で、こちら今日お野菜切ってあります。最近僕この椎茸の切り方ハマってて、ちょっと難しそうに見えるんですけど、実はとっても簡単。バッテンを入れて、で、この包丁のここ根元で、このお尻の方からペロペロペロっと。で、こっち側もペロペロペロ。そしたら次はみぞれ鍋っていう名前のごとく大根おろしをすっていきます。今日はみぞれ鍋なんで、この鬼おろしで粗めにすっていきます。実はさっき脱水してる間暇だったんで、結構すっといたんですけどね、こういう風にガリガリガリと。はい、こんな感じに出来上がりました。そしたらお鍋に、こちら昆布だし。濃い昆布だし取りました。で、火にかけて、そこに日本酒を一回し。そしたらその間にタラの白子の処理をしていきましょう。まずは氷水を作って、で、そこにお塩を加えていきます。ちょっと強めのお塩を入れてください。で、タラの白子はこういう膜で繋がってますんで、この膜をパチッと切る感じ。できるだけこの房を切らないで、膜を切る。で、一口で食べれるサイズにこう意識して切っていくと。で、氷水に入れていくと。で、氷塩水で洗うことによって、白子の中の余計な水分も出てってくれますんでね。でこう触るとね、ぬるぬるとしてきます。ぬるぬるしてきたら OK ですね。そしたら、白子焼きに使う昆布、水で戻した昆布をある程度拭いて、ちょっと形整えて、よいしょ。そしたらこれを折り曲げて、こんな感じでぶっ刺す。で、チョキン。で、こっち側も一緒。折り曲げて、ぶっ刺す。チョキンと。これで昆布の器ができました。で、軽くお塩。で、白子を置くと。2つぐらいのせちゃいましょうか。で、軽く日本酒を振りかけます。はい、これでトースターで焼いていけば、白子焼きの完成。そしたらお鍋に具材を入れていきます。まずは白菜、人参、水菜、そして今日のメイン、タラ。で、椎茸。で、そこに白子を加えていきます。もうたっぷりと入れていきますよ。いっぱいありますからね。はい。そしてそこに大量のドーン大根おろし。こう大根を猫ちゃんの形とか、あと雪だるまとか、そういうアレンジするとまた面白いですよ。僕あんまそういうセンスはないんで、じゃん、雪だるま。雪だるまでいきましょう。はい、これでタラのみぞれ鍋の完成。
はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。まずこちらが新鮮白子の昆布焼き。この昆布が船の形になっております。そしてこちらが今日のメインディッシュとなっております。この時期にぴったりのお鍋。じゃーん。みぞれ鍋ですね。この大根おろしがまるでみぞれのようですね。そしたらこのホックホクのタラの身、大根おろしもたっぷりと入れて、白子も入れましょう。白子も入れて、ときたらお野菜も欲しいですよね。水菜、椎茸、人参、奥の方に白菜があります。今日白菜はね、これ棒状に切りました。じゃあまずはこちらの白子焼きからいただきましょう。このプリップリの白子を箸で優しく掴んでいただきます。これはうまい。このプリプリの白子の表面が軽く炙られてて、で、この白子が昆布の旨味を吸い上げてるんですよね。でも口の中入れた瞬間からもうすごい旨味のパンチですね。お高級な味。次はこちら、みぞれ鍋をいただきます。でポン酢を用意しました。映像越しだと冷たそうな見た目ですよね。でもね、あったかいんですよ。これがみぞれ鍋。で、このタラの身と、で、このみぞれを一緒にポン酢にくぐらせて、いただきます。うめえ。このタラうまっ。やっぱ塩を振った一手間、あれ大事だね。旨味がギュッと濃縮して、身が締まって、うまい。身もホックホクで食べやすい。そしたら次はこちら。白子焼きもいいけど、白子ポン酢もうまいよね。いただきます。うわ、うめえ。口の中でね、泡のように弾け飛びますね。弾けた後にやってくるこのクリーミーさ。で、タラの白子はうめえよな。で、お魚ばっかじゃなくてね、お野菜も食べましょう。みぞれ鍋はね、お野菜もたくさん取れますんでね、おすすめですよ。はい、ということで今日はこちらのみぞれ鍋とまだらの白子焼きときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん！出来たての銀色のやつ。はい、こちら、完璧な7対3ですね。いただきます。うめえ。わあ、幸せ。これはマジでうまい。鍋に合うな。いつもの銀色のやつも当然うまいんだけど、この出来たての銀色のやつは気持ちも高まって格別だね。製造から3日以内に工場から出荷されていて、それが飲めるのはやっぱり超嬉しいよね。魚も新鮮なものが美味しいけど、ビールも鮮度が大事ってこと。これは月末1ヶ月頑張った自分へのご褒美で楽しむのが最高の贅沢。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は大きな白子入りのまだらを使って白子焼きとみぞれ鍋作ってみましたけども、どちらも絶品でした。今の時期にぴったり。いやー、もう2020年も終わりだね。今年はいろいろ皆さん苦労が多かった1年だと思いますが、本当にお疲れ様でした。今年をバネに来年ももっともっと頑張っていきたいと思います。そして本日紹介したアサヒスーパードライ工場出来たてのうまさ実感パックは毎月月末の火曜日に製造して金曜日に発売するので、動画が公開された今日12月25日金曜日に買えちゃいます。なのでこの月末の週末はスーパードライ工場出来たてうまさ実感パックで晩酌で決まりですね。これはなあ、月末の花金が本当に楽しみになるんよ。朝日さんいつもありがとうございます。さらに10月の酒税改定でビールがお求めやすくなりました。年末年始はこの銀色のやつで乾杯してみてはいかがでしょうか。ということで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。